こんにちは、ビデオパレットです。IKEA のホボストーブを作っていきます。300円ぐらい。300円もしません。まず、薪を入れるための口を切りますが、その、大体のとこをマジックでビヤーっと書いていきます。あとは養生テープで、こんな感じでここ切りますよっていうところをはっきりさせます。しなくてもいいんですけどね。工具ないんで、電動ドリルに、切断砥石つけて油引いてできます。うるさいです。切り込み入れすぎなんですけどね、そんなの関係ないです。こんな感じでいい感じで切れます。あとはヤスリで面取りです。こんな感じですね。セリアの100均の、これで足を作ります。ネジはあったやつ、家にあったやつです。ボルトとナットじゃないとちょっと厳しいですね。これがフック2個100円なんで、2ついります。3つでもいいんですけど、足つけないとどうしても空気を吹き込むエアフローの位置が悪くなるんでつけます。でネジボルトが小さいんでワッシャーをかませて、固定します。見切れてますけど、わかるとは思います。これ小さいんでですね、すげえイラつきます。1個目はなぜかすんなりいきました。最後のナットもこれぐらいの小ささなんで、割と神経使う作業だったりします。でボルトを締めるために固定してドライバーで締めたんですけど、指でも大丈夫でした。2つ目からはもう指で押さえてやってます。ぐるっと回すと固定されるんで、見てると割と強めになります。これ火使ってもここは基本的には緩まないんです。2個目ですね。早送りしてますけど、もうわからないと思うんですけど、手こずったんでカットしてます。手で押さえてドライバーでこう締めて、あとはこの部分を締めるとかっちり決まります。これは4つ目、最後のやつですね。こんな感じです。五徳はこれダイソーのステンレスかな、割と厚みがあったんで切るの大変だったんですけど、2つに割って、ちょっと切れ込み入れてやると、ちょうどいい塩梅になります。これ十字五徳にするとあと2箇所切り込み必要だったんでめんどくさいんでやってません。
物が乗ればいいんで。ストーブ本体よりも分厚くて頑丈でしたね。で、灰受け皿。これ19センチの、これセリアの100均のお皿ですね。いろんなサイズ試したんですけど、こんぐらいがちょうどいいだろうと。これ最初に作ったこれはニトリのやつですね。ニトリのやつは300円以上します。で、灰受けもわざわざ皿切って作ったんですけど、思ったより灰が下に落ちなかったんで、いらなかったかな。で、風強かったんで、風防を、この100均に売ってあるバーベキュー用の厚手のアルミですね。スペアリブ作るときも使ったんですけど、分厚いんで、使い勝手がいいです。100円で2メートルあるんで、十分、費用対効果いいです。で、適当に折り曲げて、サイズをストーブに合わせる。で、足の爪を乗せてですね、固定するような感じにしといて、格好悪いんですけど、そんなの関係ないかなって感じで、で、実際、火をつけて試して。風強かったんですよね、この日は。ライターでつけてますけど、内緒ですけど、着火剤使ってます。この手のやつはよく燃えます。夜間を乗せて、コーヒーを入れようと、せっかくなんで。基本的にこれは調理用のストーブなんでですね、お湯を沸かしたり、焼き物、煮物、炊き物するために使うやつですね。風も強かったんですぐお湯を沸騰しました。めんどくさいんでですね、こういうふうにドリッパーを入れたんですけど、外に込まないとコーヒーは出てこないっていうですね。火がなくなったんでですね、絵面的に炎欲しいなと思ったんで、枝を追加して、火吹きだけで空気を入れると、下の方はですね、熱々なんで、すぐに火は起きます。風が相当強いです。めっちゃ薄いです。もうお茶です。コーヒーじゃありません。なんでですね、これもう一回ドリッパーにお湯戻して、それ2、3回繰り返して、いい感じになりました。撮影は撮り直ししてないんでですね、いかにもって感じなんですけど、これ実は飲んでません。燃え尽きた後ですね。ちょっと簡易風防を外してめんどくさいんですけど。で、はい、こんな感じで、割と下に落ちないんですよね。ごとくも落ちちゃいました。で、風防お邪魔。ごとくが分厚いんで一番この中じゃ頑丈なんですね。こんな感じですね。よく燃えます。一回使っただけでこんな感じですね。で、洗って、干してます。耐久性はもうないです。300円ですから。簡単なんで、今更なんですけど、ワンシーズンに1個ぐらい作って使い潰せば、風で飛びましたね。いいと思います。